今日はナスと大葉の甘辛炒めを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ナスと大葉のうま辛炒めを作っていきたいと思います。こちらはですね、もうナスを切って炒めるだけなのですごく簡単です。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに調味料以外の材料をご紹介します。材料はこちらです。ナス、大葉、すりごま、ニンニク、こちらの材料を使って作っていきます。まずナスですが、こちら3本で約 270g になります。こちらは目安にしてみてください。ニンニクに関しましては、今回は生のものを使っていきますが、こちらはチューブタイプのものを使っていただいても OK です。それでは続いて調味料の材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、みりん、お酒、お砂糖、味噌、豆板醤、ごま油、こちらを使って作っていきます。まずお砂糖なんですが、今回きび砂糖を使っていきます。こちらはお好みの糖類を使っていただいて OK です。きび砂糖を使うとコクが出てとても味わい深い仕上がりになります。そしてお味噌ですね。こちらはだし入りの合わせ味噌を使います。こちらのお味噌のおすすめは合わせ味噌になります。豆板醤に関しましては、もし辛いのが苦手だったりする場合は抜いていただいても大丈夫です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずナスから切っていきます。ナスはヘタを切り落としてください。切り落としたら今回はね、皮を少し剥いていきます。しま目向きになるようにピーラーでね、皮を剥きます。そうすることでね、火の通りも良くなります。はい、このようにしましま模様になるように剥いてください。そうしましたらこちらを乱切りにします。食べやすい大きさの乱切りにしてください。ナスはこのように切ってください。切り終わったナスに関しましては、ボウルにお水を張って、こちら分量外です。塩小さじ1/2ほど入れてください。そして軽く混ぜて、そしてこの中にナスを入れましょう。これで塩水に浸しておきます。そうすることで油の吸いすぎを防ぐことができます。あとはナスのね、アクも取り除くことができます。それではね、残りも同じように切っていきます。全部切り終わりました。そしたらこのままですね、5分ほど塩水にさらしておいてください。では続いて大葉です。こちらはまず水洗いしてください。そして水洗いしたらペーパーで水分を拭き取ります。しっかりね、拭き取ってください。これで優しく押さえつけて拭き取ります。そして拭き取ったらこの茎の部分を合わせます。はい、そして茎を切り落としてください。あとは手前からくるっと巻いて、そして大雑把にね、ざく切りしていきます。1センチ幅ぐらいで切ったらくるっと回転させて、まただいたい1センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、大葉をね、このように適当なざく切りにしておきましょう。それでは続いてニンニクです。こちらは半分に切って、そしてニンニクの芽を取り除いてください。こちらはえぐみの原因になるので必ずね、取り除きましょう。はい、このように芽を取り除きます。こちらのニンニクはね、後ほどすりおろして使っていきます。それでは続いてタレを合わせておきます。まずお醤油、そしてみりん、あとはお酒、こちら塩分の入っていないお酒です。そしてお砂糖、あとはお味噌、続いて豆板醤。一度こちらをよく混ぜます。はい、よく混ざれば OK です。そうしましたら続いてここにニンニクをね、すりおろします。先ほども言いましたが、チューブタイプをね、使っていただいても大丈夫です。はい、そしてすりおろしたら、あとはすりごまも加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、これで OK です。しっかりね、このように混ぜておいてください。はい、それではね、こちら5分経ったので水を切ります。そして水を切ったら水分をしっかり拭き取ってください。水分が残っているとね、油跳ねの原因になるので、きちんとね、拭き取りましょう。はい、OK です。そしたらですね、ここにごま油を回しかけます。焼く前にナス全体に油をコーティングすることで、油の吸いすぎを防ぐことができます。そしたらこちらを回しかけます。そして全体によく絡めましょう。
これでしっかり馴染めば OK です。それでは今からこちらを焼いていきます。ではフライパンを用意してください。ここにナスを入れます。そしてナスの皮目が下になるように広げましょう。はい、このように広げてください。そしたら火にかけます。火加減中火です。このままナスに火を通していきます。全体に焼き色がつくぐらいですね、ナスを焼いてください。はい、で2分ぐらいしたら裏返しましょう。これでまた焼き色がつくまで焼いていきます。はい、で焼き色がついたらまた裏返してください。これでね、トータルでだいたいね5分から6分ぐらい焼いてみてください。そうするとね、ちょうどよく火が通ると思います。はい、ナスに火が通りました。そしたら最後仕上げです。作っておいたタレを回しかけます。そして一度ね、このまま煮絡めてください。火加減はね、中火のままで OK です。はい、であとはね、水分を飛ばしながら炒めていきます。1分ぐらい炒めたらここに最後大葉を加えます。そして炒めましょう。はい、 OK です。このようにナスは柔らかくてとても美味しそうに仕上がってます。それではね、お皿に盛りたいと思います。はい、これでナスと大葉の甘辛炒めの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにナスはとても柔らかくて美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。大葉の香りが効いててすごく美味しいです。そしてナスもね、すっごく柔らかく仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスと大葉の甘辛炒めのポイントです。今回ですね、甘辛炒めなんですが、その中に豆板醤とあとはすりごまを加えました。すりごまを加えていただくと味が全体的にまろやかになってさらに風味もアップします。豆板醤はね、ピリッとちょっと辛みが出て美味しいので、ぜひ入れて作ってみてください。ただもし辛いのが苦手な場合はこちらは抜いていただいて OK です。そしてナスに関しましては、まずね、ヘタを切り落として、そして最初にしま目向きにします。こちらは面倒な時はね、そのまま焼いていただいても大丈夫です。そしてナスを切り終わったら一度塩水につけてください。そうすることで油の吸いすぎを防ぐことができます。そして5分ほどつけたら、その後しっかり水分を拭き取ってごま油を全体に絡めてください。そうすることで少量の油で作ることができます。そして焼く時に関してなんですが、焼く時はですね、皮目を下にして焼くようにしてください。そうすることでナスの皮の色が鮮やかなまま仕上げることができます。そして味付けの調味料に関しましては、こちらをね、あらかじめしっかり混ぜておいてください。そうすることで味ムラをなくすことができます。あとはですね、ナスに火が通ったらタレを加えて、そしてタレが全体的に絡まったら大葉を加えて仕上げてください。大葉もですね、最後に加えていただいた方が香りが立ってとても美味しい仕上がりになります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスと大葉の甘辛炒めを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。